Pendaco! Bonjour tout le monde. Moi, c'est Pendaco 先生。髪の毛を描いていると、頭の中のイメージ通りになかなかうまくいかない。もっとプロのような表現をしたいって感じるときありませんか？今回は基礎的な考え方、プロが必ず気をつけているポイントを紹介します。ぜひ最後までご覧ください。Alors, c'est parti! ペンダコ。今回は髪の毛を3つのブロックに分ける描き方を紹介します。まずはこの3つのブロックについて理解してもらうためにブルマのフィギュアを使って解説していきます。3つのブロックとはどういうことでしょう？前髪、頭頂部から顔の正面にかけての髪の毛。横髪、頭頂部から顔の側面に流れる髪の毛。後ろ髪、後頭部の髪の毛。基本はこのブロックごとに頭の形に沿って髪が流れています。俯瞰から見ると髪の毛の流れがより分かりやすいですね。アニメのフィギュアを持っている人はぜひいろんな角度で髪の毛を観察してみてください。できたらスケッチをしてみるのもいいと思います。3つのブロックを理解するのに役立ちますよ。3つのブロックを意識していないとこんなことが起こります。髪の毛全体を一つのパーツとして捉えている場合、その描き方だとどこから生えているのかわからない不自然な髪型になってしまいます。つむじから髪の毛を伸ばすように描く場合、この描き方で俯瞰の頭を描くと髪の毛の流れが不自然になりがちです。体を描くときにアナトミーを意識するのと同じように髪の毛を描くときもこの3つのブロックを意識しましょう。3つのブロックを意識するためにも皆さんに絶対やってほしいことがあります。髪の毛を描く前に頭の形を描きましょう。髪の毛の厚みを踏まえて髪型を描かないと不自然になってしまうからです。またもう一つのポイントとして毛束についてお話しします。毛束の形を均等に描くのではなく、毛束の量にメリハリをつけましょう。これに気をつけるだけで漫画らしい髪の毛になります。髪型にもよりますが、大きな毛束を描いたらその次は小さく描く。ちょっと意識するだけでも効果がありますよ。ちなみに少年漫画は髪の毛の書き込みが少ない。少女漫画は線が多くて書き込みが多い傾向にあります。では先ほどお話しした点に注意しながら女の子の髪の毛を描いてみましょう。はい、これで完成です。3つのブロックを意識して髪の流れとボリュームに気をつけました。ブロックごとに色分けするとこんな感じ。毛束のメリハリにも注意して描いています。大きさのコントラストがついてますね。これ以外に気をつけたポイントを少し紹介しますね。髪を描くときは1回のストロークで描くようにしましょう。ペンをガサガサ引くと汚い感じになってしまいます。髪のボリューム感を表現するために毛先を前後させて奥行きを表現しています。前髪はキャラクターの印象を作る大事なパーツです。だからペンの綺麗さや毛束のバランスに一番注意しています。では次はいよいよプロが気をつけているポイントをお話ししていきます。さてここからはプロが気をつけているポイントを紹介していきます。原稿を書くときも頭部の形を描くことは重要なことです。例えばコマから顔がはみ出すときがありますよね。この場合コマの外まで下書きを書くと髪型のバランスを取りやすいです。当たり前ですが
コマの中だけでバランスを取ろうとしてもうまくいきません。いやー、これ言っちゃっていいのかな。これ実はめちゃくちゃ簡単だけど大事なことなんです。それはキャラクターのシルエットに差をつけるということです。チェック方法は簡単です。自分の漫画のキャラをシルエットをなぞってみてください。シルエットだけでそれぞれのキャラクターの見分けがつきますか？漫画では大きく顔を描いたり、キャラクターの全身をとても小さく描いたりする必要があります。だからシルエットでどのキャラなのか読者に分かりやすくする必要があるんです。その際一番重要なのはやっぱり髪の毛。ついディティールを書き込んでしまいがちですが、大事なのはシルエット。主人公やライバルといった登場人物のシルエット、髪型を似せすぎないように気をつけましょう。今回は髪の毛の描き方の基礎の基礎、漫画らしく描くためのコツを紹介しました。これに注意するだけであなたの絵がより漫画らしくなるはずです。まだまだ髪の毛について話せることはありますが、今回はここまで。女の子の髪の毛の描き方や黒髪の表現方法など、より詳しく知りたいと思った人は高評価、チャンネルボタンを押してくださいね。動画が参考になった人は高評価と誰かに共有してみてください。よろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。アビアント。